今回はプラズマトロイド生成の実験を行っていきたいと思います。まずはじめに今回の実験器具、プラズマトロイドの発案者は海外 YouTuber です。そちらの動画を参考にして検証実験を行ったものです。実験レポートを入手しました。回路図も添付されていましたので、オリジナルをそのまま再現してみます。プラズマ、つまり太陽と同じものを卓上で再現できます。大容量のトランジスターが必要でしたので、デジキーさんを使って海外から電子部品を入手しました。回路自体は非常に簡素なもので部品数も少なく初心者の方でもよく回路図を見ながら配線すれば組み立てできると思います。発信回路を作動させコイルに磁界を発生させプラズマを生成します。ここでプラズマとは何かを説明します。温度が上昇すると物質は固体から液体に、液体から気体にと状態が変化します。気体に熱や電気エネルギーを加えると、気体の分子が乖離して原子になり、さらに温度が上昇すると原子核の周りを回っていた電子が原子から離れ、中性分子とプラスイオン、マイナスイオンが混在した非常に活性化した状態になります。これが物質の第4の状態とも言われるプラズマです。身近なところで言えば各種ライト、炎や雷など宇宙空間の 99% 以上がプラズマであると言えます。また半導体工場の設備の7割はプラズマ関連設備と言われています。このようにプラズマとは我々の生活とは切り離せない存在なのです。コイルは L1、L2 の2箇所必要になります。L1 側コイルは計算し直し 0.5mm の導線を 20mm の直径で23回巻きました。L2 側は 6mm 銅パイプを直径 120mm で2回巻きました。これで装置は完成です。電源側に 24V をつなぎ作動します。消費電力は 40W ほどでした。起動には静電気などのきっかけが必要で、コイルとガラスをこすりつける、または手でガラスボールを触りながらなどが必要です。ガラスボールは特注で作ってもらったもので、中は空気ではなくキセノンガスが充填してあります。プラズマトロイドの光は美しく非常に明るいです。コイルの周りより上部にトロイドが出現するのが面白い現象です。プラズマは高温のため上昇して現れるのでしょうか。非常に安定してトロイドを維持しているようです。インテリアにもそのまま利用できそうな美しい現象です。
一度バランスを崩すとトロイドは解消され無秩序な動きをし始めます。プラズマのラインに点々が現れるのは回路の周波数が関係しているのでしょうか。今回はキセノンガスを使いましたが、他のガスでもおそらく生成が可能で、ガスの種類によりリングの色が変わると思われます。電圧、電流、ワット数の変化を見ていきたいと思います。装置の起動時のワット数は26ワットになります。トロイド生成のきっかけが生まれないときは、高電圧装置などで直接電気を流し起動させることもできます。プラズマトロイドが発生すると20数ワットから40ワットほどに電気消費量が上昇します。電波法により50ワット以上は高周波誘導加熱機器高周波利用設備は許可が必要になりますので、超えないように調整が必要です。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。